こんにちは。髪の毛切った？来た、さすが。いい感じ。なんかこう、シュッって感じ。そうですけど、今回は、全体では8名の参加作家が夢見るキメラのグループ展には参加してて、で、そのうち4名は日本人作家なので、日本人作家がどういう人が参加してるかっていうのを紹介しながら、ちょっと内容について話してうん。いけたらなと思った。まず、地主舞子さんに参加してもらってるんですけど、地主さんは去年森美術館で個展をやってたんだけど、それも空耳っていう作品で、それを僕は見た時に非常に感銘を受けて、去年いろいろ見たけど、その中でも今でも最も印象に残ってる作品の一つで、もちろんその森美術館で展覧会やるくらいだからキャリアもすごくあって有名で、評価ももちろん高い作家さん、その作品であって、ものすごく展覧会とかそういうの、機会があったら一緒にできたらいいなとは思ってたんですけど、インスタレーションの写真だけ見てもちょっとわかんないような作品で、もうまさに体感するような作品で、基本的な要素としては、モニター、大きなプロジェクションがあって、それとあと、物理的な小さめのモニターが、自立して、それが回転しているモニターがあって、もう一つの要素としては、あの、工業用ダクトみたいなのが、こう、うねうねと壁から発生してるっていうか、がある。その3つの要素、そのダクトからは何とも言えない音がたまに聞こえてくるって、うん。プロジェクション自体には、G だけだったんですよね。うん。じーっとそれを読んでる地主さん自身の声、日本語の字幕みたいなのと英語の字幕表記してあったと思うけど、その映像自体はいわゆる映像じゃなくて、文字う情報っん。ていうか、物語って言っていいと思うんだけど、それがすごい面白くて、でもなんかパッと見の見た目はすごいなんか、そっけないっていうか、その3つの要素がバラバラに存在してて、なんかこう、どう捉えていいのかなみたいのはあったんだけど、その作品、その物語を聞きながらその空間にいるうちに、すごいなんかその隙間がどんどん埋まってきて、それが一つのうん。作品として機能していくみたいなのを、インスタレーションビューの写真では絶対に伝わらないような、なんかまさにその体感するっていうか、経験すうん。るみたいなのがあって、すげえ面白いなと思ったし、なんか、うん。それは地主さんの言葉でよくなんか書いてある言葉で新しい文学体験を提供するみたいな言葉があっえて、ー。その作家の言葉っていうのなかなか引っかかって、うん。面白いなっていうのをずっと思ってて、カイ君と話して、そのテーマを夢見るキメラっていうことうん。で行こうって言った時に一番最初に、地主さんに入ってほしいな、一番うん。最初に決めた人で、それで、うん。うん。萩原プロジェクトの作家で、今回萩原さんに協力してもらってやってるから、そういう意味でうん。言ったっていうのは全然なくて、うん。どんな場合においてもこのテーマだったら、なんか、地主さんに入ってもらおうと思った。うん。物語っていうか、いろんなものが重層的にこう、もともとバラバラに見えたものがこう体験しているうちにどんどん融合していく感じとか、なんか生命と生命がくっついてるっていうよりもなんか違うような世界が実はこうパラレルで流れてて、それはなんかこう本当は別々じゃなくて、こうなんかのきっかけでオーバーラップするみたいな、うん。大きく捉えた時にキメラ的な世界がキメラ的に融合していくみたいな感じにも近いかなと思って、そうういう捉え方ん。でなんか作品を作ってる、面白いなと思って、うん。うん、読んだら快諾してくれてうん。入ってくれたんだけど、で今回その地主さんが
は、ステートメントを見て、それの、なんかそれからインスパイアされた、半分そういった動機で、新作作うん、ってくれて、そういうビデオ作品が今展示されてるんですけど、あれはなんか、うん、自分の幼い子供が自分の地主さん本人の iPhone を勝手にいじって写真とか動画とかを撮ってるっていう素材を作品に昇華してるっていう非常に興味深い。それで音も入っうん、てるんだけど、なんか非常になんか抽象的っていうか、面白い作品。その映像自体が、その意識的に撮られたわけじゃないけど、自分から生まれてきた子供が自分の iPhone を使って無意識的に撮っうん、てる画像みたいなのが自分のなんかこうカメラロールにあるのを発見した時のなんか不思議さみたいなの。ううん、すん。ごいいいなって思って。ううん。でん。も今回のなんか、ビデオと、なんか写真の、なんか脳みその作品ってなんかう関係ん。があるのか。別の作品なんだけど、それを一緒に展示したらどうだろうっていう提案があって、う今、こうん、いうビデオと写真が一緒にうん、展示されてるうん、うん、感じになって、だからなんか今回のビデオ作品は完全に今回の展示のために作った新作なんだけど、そういっうん、た意味だとうん、なんつうのかな。自分のものなのになんか同時に自分のものじゃない、その自分の子供が無意識に取ったものが自分のこう iPhone に存在している状態と、なんかその脳みそにこう自分の脳みそなんだけど、それにうまくアクセスできない状態みたいなの不思議さみたいなのうん、っていうのはなんかちょっとオーバーラップするから一緒にうん、展示することで、まあ違う作品なんだけど、こううん、対話を始めるような感じにおー、なってるんじゃないかなとうん、思うんですけどね。音がまたいいよね。そうそうそう。ジニーさんやっぱ音もね、うん、かなり重要要素だと思いうます。ん。今回のなんかビデオ結構たまにこうん。う、ずーっと静かなんだけど、たまにこう音があるから結構ドキッとするのよね、あれね。忘れた頃。なんか間違えたのかな。あれそう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 。なんだ、間違えたっていうか、あれなんだっけみたいな感じのタイミングでね、来るよね。うん、そうそう。あれがうん。結構そのギャラリー空間というか展示空間にすごいなんかいい緊張感っていうか見える感じして、ね、聞うん、こえない時間が長いっていうのもやっぱ面白い。ね、そう。なんかこう、こう、感じする。あとビデオ自体もさ、なんかこうん。う見ようとしても見えないみたいな時間が結構多いし、なんかこうこれずっと、まあ、そんなに長いビデオじゃないはずなんだけど、なんかもしかしたらこれうん。ずっと違う映像が流れてんのか、なんかこううん。短い映像が繰り返し流されてんのかっていうのもにわかには分かんないし、何が映ってるのかも分かんないみたいなところが、うん。なんか逆に、まあ、地主さんの過去作を全て知ってるわけじゃないけど、なんかちょっと新しい試みみたいな気がして、長編小説に対するなんかこうトライアルっていうか短編小説みたいな感じ、あるいはうん。三分詩うん。みたいな感じで、これからあれがもしかしたらもっとすごい作品につながっていく予感があるけれども、あれはあれですごいなんか地主さんの新しい扉が開いうん。たなっていう感じが、言葉の前の状態みたいなのはなんか今回初めてこう自分の子供が生まれたことによってなんか注目した感じがあって、すうごいん。言葉になる前のなんか状態、まあ映像に関して言ってもなんかいわゆる映像として機能する前の映像みたいなのをそのまま作品にしてみるみたいなうん。試みだから、その半分無意識的な、でもそこには何らかの見る人が感じ取るものがあるみたいな、そういうのをうん。出してきたっていうのはすごいなんか面うん。白いっていうか新しいフェーズなのかなってうん。うん。思って、そこはすごい一番、まあ、展覧会にとってもすごい良かったし、地主さんにとってもうん。
たちょっと聞いてみたいなっていうところもあるんです。僕はそういう感うん、じに捉えてて。うん。うん、うん。あんなでビデオ回してる作家さんはあんまりいないようなそうそう、作家さんはあんまり見たあれもことないかさ、なんかな。うん、空耳ってやつは、モニターがうん、回ってて、そこになんか石が崖を転がり落ちてる映像が基本的に流れてんだけど、うん、モニター回ってなければ石は重くて地球には重力があるから、基本的に上からうん、下に転げ落ちる映像になるんうん、だけど、モニターが回ってうん、るから、石が下から上にこう動いたりうするわけ。ん、それがまたさ、示唆うん、的っていうかさ、憎いっつうか、よくそれを合わせてきたなって感心したんだけど、なんかやっぱあれも、なんかその地球上の物理的法則では、そんなことは起きないんだけど、それとは違う法則で、岩が転がり上がるみたいな世界、その同じモニターのうん、中で転がり落ちる世界と転がり上がる世界っていうのが、両方うん、共存できるっていうのを見せられたときに、うん、これはと思ったし、うん、だけど霊的な世界というん、わゆる現実だと思ってる世界が別にあるんじゃなくて同じ世界の中にあって見えたり見えなかったりするだけなんじゃないかなと、その転がり落ちる岩の映像っていうのはすごいリンクしてるなと思っうて。ん。ちょっとこう宇宙的だよね。そうそうそう、結構すごいパーうん、ソナルな経験から言ってんだけど、なんかさ、たどり着くうん。のが結構こう、ユニバース、ユニバースに来ちゃったみたいなんか、な。でもそれをなんかこうデジタル的なものを使わずにこう表現してるとか。うん、そうね、そういった意味ではそう。うん、続きまして、陣幸子さん。仁さんは最近まで全然知らなかったんですけど、何うん、年か前に会ったことがあって、で、周りの友達とかもう作家だよっていう話で面白いよみたいな話をしてたんで、こう、うん、自分でちょっと見てみたんだけど、意外とこう、仁さんの情報っていうか作品とかってネット上で見つかんないというか限られたものしか見つかんなくて、でもそれを見うん、て、なんかすごい印象深くて、うん、頭の中に残ってたんでね、その時見たのは、なんかこう2枚組の作品で、なんか風景なんだけど、その2うん、枚組の作品がちょっとずつ、ほとんど同じに見えるんだけど、実はちょっとずつずれた作品、ペインティングなんだけど、その2枚組であるっていうことがすごい引っかかってて、どういうことなのかなと思ってて、なんかこう、まあ最初は一瞬目を閉じて、もうそのうん、一瞬、ちょっと後の世界とちょっと前の世界がこう、2個に分かれて書かれてるのかなと思ったけど、あれはなんか右目で見た世界と左目だけで見た世界が別々に書かれてたらしくて、なんかうそれもなんん、かすごい、なんかペインティングとしての面白さもあるけど、その考え方、なんか世の中どう見るかっていうか、どう視覚的に捉えるかみたいなところになんか関心があるけど、それをペインティングでやってるっていうのはめちゃくちゃ面白いなと思ったし、そういう見ることとか世界を視覚的にどう捉えていくかみたいな風な視点があるのっていうのすごいなんか面白いなと思って、うん。話聞いてみたいなとか、なんか機会があったら一緒にやりたいなとは思って。今回のペインティング、出してもらったペインティングは、今までネット上でちょっとだけ見れた、あの、ペインティングよりさらにすごい、ものすごいいいペインティングが来たなっていうのが実感にあって、うん、まあ今2点、夢見るキメラの中で飾ってるんだけど、うん、ちょっと大きい方のペインティングは、まあ、瞬き、それこそその瞬きっていう題名の中にそういうワードが入ってて、僕が最初見た右目と左目の世界に分かれつつ、その瞬きをする前の世界とする後の世界みたいのが一つの
一つの画面の中になんかその漫画のちょっと漫画の小回りみたいな感じでこう入ってる。うん。左右は右と左の関係なんだけど、縦軸で見るとその瞬きする前と後の世界みたいなのがうん。うん。書かれてて、なんかすごいうん。面白くて、その今回のテーマに即して言えば、質なものがこう共存している状態っていうのを考えた時に、なんかすごい、なんていうの、本当になんかあからさまに完全に違うものじゃなくて、仁さんが見てるその違いっていうのが、尋常じゃなくちっちゃい違いなのね。なんかその瞬きする前と後の世界っていうのは、まあ多くの人にとってはほぼほぼ同じっていうか、瞬きうん。ってもうその 0. 点何秒の話で、その間でなんかうん。あの、ものすごいことがこう変わっているわけではないっていうか、もうそれこそ瞬き自体に、まあ、多くの人はこう意識をしうん。ないものに関してその前後っていうのがもしかしたらなんかすごいそのものすごいなんか違ったものになり得る可能性みたいなのをなんか自分としてはそういうことを考えさせられる。だからなんかそのなんか物事が変わっていくことっていうのはそのまあ大きな変換とか、そのコロナとかそういうものすごく大きなことがあって、それで人間の意識がこう変容していくっていうものすごい変化みたいなのもあるけど、うん。それに対してなんかものすごく微小な、なんかそれこそ瞬きとか、そういうものによってなんか自分とか世の中がその前後で変わってないとも言い切れないし、それがもしかしたらその大きなこの違いにつながってる可能性みたいなのっていうのをなんか考えさせられて、うん。なんか見てる世界がすごい面白いな。うん。なんか小さな違いは言葉で言ったら小さいんだけど、本当にそれが世の中に何の影響も与えてないかって言ったら、そうとも限らないなっていうのをすごいなんか、うん。自分も結構考える。なんか、そういうのはさ、なんか歴史とかには絶対乗らないっていうかさ、うん。あの、瞬きの前後みたいなのでさ、歴史が変わったみたいなのはさ、誰もわかんない。それ書いてたらもう歴史が終わんないからさ。でもでも、それがわかんない。瞬きってなんかあれだね、写真みたいで面白いね。ね。そうそう、その一瞬のイメージみたいなんか写真にも多分もちろん興味があるっていうか、相当、写真、写真はでもなんで撮んないんだろうねとかっていうのは逆に思うけど。撮ってんのかな。な。目で撮ってるの。目で撮ってる目で撮ってんだね、多分ね。の。うん。で、なんか下地が違うから、うん。下地のなんか素材が違うから、うん。色が違うけど、イメージは同じなのが一緒の絵になってるみたいそれもさ、なところもすごい面白いし、うん。だからなんかその、違う、まあ、ほぼほぼなんかパッと見は分かんない違いっていうかさ、なんかその、うん。うん、そういうとこが面白い。なんていうのかな。すごい繊細だよね。なんかそのうん、素材質感とか、うん、なんかそのキャンバスのなんか、うん、縮れみたいな、こううん。端っこの方の縮れとかもそうですし、なんかこう、皮膚的な、こう質感みたいなのがあるよね。そのジェストの、なんかレイヤーの仕方とかも。あとなんか画面作りで言ったら、まあ、やっぱりなんかその画面が一つの作品なんだけど、なんかこう、まあ分割されてるのが特徴で、なんかその分割のされ方がすごい独特っていうか、まあ、うん、瞬きの作品だと一つの絵の中になんかこううん、コマみたいな感じで6個のこう状況が共存してる場合もあるし、まあうん、2枚組にしてそのキャンバスの素材だけを変えて同じ絵を描くっていうのも
2枚組にすることで分割してたり、そのもう一つうの、ん。夢見るキメラに出してある音を聞いている写真じゃないわ。ペインティングの場合は、あれもなんかよく見ると、半分だけこう、もう一枚キャンバスがキャンバスの上に貼ってあって、なんかう実は画面ん。が分割されてるっていうのが、でもそれがうん。いわゆる、いわゆるその分離するための分割じゃなくて、なんかその二つのものを共存させるためのなんか分割だから、その分割っていうものに対してのなんか矢印がなんかこう面白い。うん。ね。もうともとあったん。ものを分割するためにその分割の方法を取ってるんじゃなくて、なんかバラバラなものをなんかこうくっつけるっていうか行き来させるためになんかうん。いろんな分割の方法を取ってるっていうのがなんかすごい特徴的だなと思って。まあ、ペうん。なんかインティング、分割と融合のなんかこう繰そうそうり返しみたいそう。そう、だから運動があるっていうかさ、そこに。な。うん。離れていっていくばっかりじゃなくて、こう、常にこう、くっついたり離れたりしてるか、なんか動画みたいな。もちろんペインティングだから動かないんだけど、なんかそういうちょっと視覚的に動いてる感じもしなくもないみたいな。うん。すごい面白い。ペインティングとして見てももちろん、すごい、まあ、絵の具の塗り方とか、なんかすごい、うん。あの、結構特徴的で、ペインティングとして見てももちろん、ペインティングとして見てもつうか、なんかその、まあ、絵画そのものとして見ても面白いんだけど、やっぱりなんかそこに、そのコンセプトがこう、結構、あの、まあ、絵自体は、まあ、大好きだけど、ちょっと、なんていうのかな、なんとも言えない、パッと見ちょっとゆるいようなペインティングに見えうん。るけど、なんかこう実はうん。すごい背骨自体がめちゃくちゃこう強固なコンセプトに支うん。えられてるから、でもその、うん。まあ、開かれたすごいコンセプトで、うん。なんかどのようにも見えるんだけど、ただなんうん。か日常を描いたっていうペインティングではないっていうのもすごい面白いなと思って。今回の展覧会のあの空間に仁さんの絵が入ってるっていうのが、なんかすごい、あの状況がなんかすごい面白いっていうか、もう実際なんか多くの人が注目してたし、なんかすごいいいうん。状況が展覧会としても生まれたなっていう。どうですか仁さんのペインティング、今回のどういうふうに見て感じたかっていうのはなんか。なんかね、僕初めて見たから、なんだっけ。うん。耳が効いてるうん。やつと、それからその4コマの、みたいな、なんか映画うん。のうん。ワンシーンみたいなのと、それから、なんか金魚かなんか、なんか水槽の中に魚が入ってるのが2つあれね、こう並んでる。まあ出してないけど持っうん。てきてるやつね。うん。あれやっぱ3つ見ると、なんか、結構まあ、ちょっと夢の世界っぽい、こう、なんかふわっとした感じ。なんかそうそうそ浮いてるような感じもあるし、でも結構まあ現実的、すごく繊細に、う。うなんかん。詳細に現実的なとこもあるし、なんかその組み合わせが結構、なんかドローイングとこうペインティングのなんか間みたいな確かに。感それじがもあるね。面白いなと思って、それからなんかその質感でなんかレイヤーでこうほとんどなんかこう人の皮膚とかなんか動物の皮みたいな、なんかそういう生き物っぽいなんかおお、感じの、なんかその表層を、なんかいろんなものを混ぜながら、ちょっとこう、汚いというかちょっと、なんかこぼれ落ちてるような感じでもあるし、すごいクリーンな感じでもあるし、みたいな。なんかそういう、なんかバランスが、なんかすごいしっとりしてて、なんかクリーンだけど、ごちゃっとしてる。なんかそういうのが面白いな。あれは本当に、あのペインティング実物見ないとわかんないうん、っていうか、うん、その書いてあることじゃなくて、やっぱそのね、キャンバスの貼り方とか、そうういうところがん、やっぱり作品の大事な要素になってるから、それって写真とかに撮っても全然わかんないし、なんか、あれはぜひ本物を見に来てくださいっていうことで、次に、なんか触りたくなるよね。
と、そうそうみたいな。そう、それもうん。ある。確かに。うん。なんとも言えないなんか、うん、確かに面白いね。食感的でもあるってこうん。とかな。じゃあ。そうそうそう。うーん。じゃあ行きますか。じゃあ、赤塚さん行きうん。ますか。赤塚、ラスボス。赤塚さんはね、うん。今回珍しくでも、あれだな、もう、海君どっか行ったわ。一応。赤塚さんはね、もうね、今回8人参加してるじゃない。で、7人うん。まではもう決まってた状態で、あと1人どうするかみたいな話で、まあ8人っていうのはまあ、スペースの関係とか、まあバランスとか考えて、まあ8人にしようっつうのを決めてて、で、7人決め、うん。まああと1人だなっていううん。話だうん。ったんだけど、結構最後の人どうするかっていうの一番最後まで決まんなかったと思って、なんか自分では何人かこう候補がいて、もちろん誰が入ってもおかしくなかったんだけど、なんか決めきれないところがあって、それでなんか萩原さんにご意見を伺うっていうか、萩原さんのアドバイうん。スを聞こうと思って、で、萩原さんが赤塚さんいいんじゃないかっていうのを言っうん。てくれたのね。それで赤塚さうんん。の作品、僕はウェブとかで見て知ってたんだけど、実物はまた見たことなかったうし、ん。でも、なんかまあ、ウェブサイトとかで見たか、あとなんか赤塚さんが何歳ぐらいの人かっていうのも全然、存在は知ってたんだけど知らなくて、でももう70近いうん。人でずっとムサビで教えてる人だっていうのを聞いて、なんか、うん。まあ、それほど関係ないけど、ちょっと世代が結構こう、上の世代の人を入れるっていうのは結構もしかしたら展覧会のいい影響があるかもなっていうのもあって、まあもちろん作品も面うん。白いと思ったんだけど、うん。赤塚さんで行こうっていうことで、まあ萩原さんと話して、それで僕もそれで決断して、でもうん。赤塚さんは、仁さんは会ったこともあったけど、赤塚さんはさ、会ったこともなかったから、で萩原さんがこう、アトリエに行きましょうみたいな話をしてくうれて、ん。で、これはもう行って頼みにお願いするっていうか、趣旨を説明しに行こうって、そしたらそのアトリエに行けば作品も見れるしってことでい行ったんですよ。千葉県のうん。九十九里にさ、海のうん。近くにさ、うん。いいアトリエがあって、うん。めちゃくちゃでっかい白い犬が おー、いただ。飼ってて、何十点も同時進行と、まあ出来上がった絵も飾ってあったけど、進行中のうん。絵がこう、いっぱい飾ってあって、すごいなんか、めちゃくちゃ至福の時間を過ごして、いろいろその時に話もうん。してもらって、でも赤塚さんすうん。ごいなんか穏やかっていうか、うん。優しい人で、もう人格者みたいな感じで、なんかすごい話も面うん。白くて、ついつい長居してしまったんですけど、なんかうん。基本的にはまあ完全にペインターっていうか、うん。まあ、抽象って言っても差し支えないとは思うんだけど、うん。なんかいろんな絵を、まあ同時進行で、まあ、描いてる感じなのね。それでなんかこう、ある程度できたとしても途中でこう、だいぶこう、上にこう、塗って潰しちゃったりして、そういうのこともあるし、なんかこう、時間をかけて、一個の絵、複数の絵をこう、育てていくみたいな感じで描いてて、なんか自分でもなんかこう、完成する瞬間っていうのは全然予想がついてなくて、すごい長くかかる絵もあれば、まあ多分それほど長くかかんない絵もあると思うんだけど、なんかうそのん。感じっていうのがなんかこうあんまり、なんていうのかな、完成形に向かってない中でどうやってこう絵として成立させていくんだ、その矛盾するなんかこの
感じみたいなのがすごいなんか共感できて、まあ、この人すうん。ごいなんか信じられるっていうかすごい信じられるペインティングだなみたいなのは感じた。でもなんか面白かったのがある時なんかこう描いていくとなんか日常の風景のなんかに見えてくるような瞬間があってなんかそれはなんか自分の中でどっちかっつうといい習慣いいことみたいな感じで捉えてたからなんかすごいうん。面白い。完全になんかこう、何かを描いてるわけじゃないんだけど、その意図せずなんか風景が立ち現れてきたりする瞬間があるらしくて、それをなんかうこう、ん。それはそれで受け入れるみたいなところも面白くて、だから別に具象であるとか抽象であるとかっていう話でもないのかな、みたいな。うん。して、その辺の融合加減とか、うん。面白いなと思って、あとなうんだん。まあでもそうだな。なんか日本人作家ともう一人自分自身も入ってるんですけど、地主さんまあ映像を中心にした作家で、まあ、仁さん赤塚さんは、まあ、ペインターと言っていいとは思うんだけど、家族自分の作品の話。自分のうん。作品につうん。いてもちょっと話します。まあそれこそ、カイ君と一緒に3年前にやったネバーザセームオーシうん。ャンの時に、あ、うん。新しく生まれたシリーズで、うん。それを3年間ずっと継続してやってて、投資番号つけて120とか言ってるから120作ぐらい作ってんだけど、それの、まあ、新しい作品を2つ飾ってるのと、うん。その作品から派生した完全な新作っていうよりもなんか姉妹シリーズ、兄弟姉妹シリーズ、シスターシリーズみたいな感じうん。で、ピクチャーズ2っていうのを今回展示してて、ピクチャーズっていうのは、まあ、簡単に言うと、写真と絵画っていう異なるものが一つのキャンバス上に同等に共存している状態を作る作品で、その絵画うん。と写真っていうのは、まあもちろん違うものなんだけど、と同時に同じものでもあるとも思ってて、だから違うっていうこととうん。同じであるっていうことが、なんかこう、同時に、まあ矛盾することなんだけど、その矛盾する状態が共存できるんじゃないかとも、それがなんか自分にとってその絵画と写真に対する時の見方でもあるから、それをなんか視覚的に、あの、表現できないかと思って始めたシリーズ。半分に暗室で録音した印画紙がコラージュされてて、もう一方にアクリル絵の具で描いた抽象のペインティングが、まあ、その絵画と写真の違いをまあ見てもいいんだけど、その見ていくうちにまあ、絵画の部分と写真の部分をこう交互に見ざるを得ないような仕組みになってるんだけど、見ていくうちになんかその見ている人の中ではその2つじゃなくてなんかもう一つの第三のイメージ、それはなんか写真でも絵画でもない、まあ、イメージというかピクチャーというかとしか呼べないようなうん。ものが生成されるうん。ようなイメージで作ってて、で、そのピクうん。チャーズ2っていう今回新しく作ったシリーズは、アンスで録音された印画紙を使って、それはちょっと今回棒状になってて、スティック状になって、うん。線みたいになってるんだけど、キャンバスほぼ全面にペインティングされてて、そこにはそのラインとか、そのマークとかがこう書かれてるんだけど、それに沿うように、今度はそのスティック状になった、あの、うん。印画紙があの模倣するようにつけられてる。またもちろんその絵画と写真っていうものをこう見ていくうちに融合されていってでもその出来上がるイメージみたいのがもっとなんかその作品の奥なんか奥に出来上がるみたいな、なんかキャンバスの向こう側になんかもっと豊かな世界が
まあ、見えてるのはなんか氷山の一角みたいな感じで、キャンバスの上にたまたま出てきた世界みたいな感じで、そのキャンバスの向こう側に実はなんかこう地中の植物の根みたいな感じで、まあ樹木の根みたいな感じで、絵画でも写真でもない豊かな世界が広がっていくみたいな、自分ではそういううん。イメージで、まあ、上下じゃなくてもうちょっとこう、深度みたいな、なんか向こう側みたいな感じで、世の中の出来事っていうのも結構白黒こうどっちについたりとかどっちに賛成とか反対とかっていう風に捉えがちだけど、なんか自分はあんまりそういう風にこう世界に接してない。自分はそういう、まあそれを絵画と写真っていう自分にとってすごい関心のあるメディアを使ってうん。やってんのかなっていうところもあって、まあそれはうん。ステートメントとかには書かないんだけど、まあ自分の中ではそのうん。完全にその自分が世の中で生きていることともう完全に切り離されてそういうメディウムだけの話で作ってるわけでもなく、日々なんか感じてることがこう表彰されてるところもあるっちゃあるね。うん、うん。いつのままこう対立するんじゃなくて共存できる状態みたいなのに対するなんか気球っていうか探求みたいなのは常にあるかな。うん。うん。でうちらなんかあれだね、写真、うん。もともと二人ともやってて、そこからこう絵画に興味を持ち始めてさ、なんかそうん。の新今のしいバランスみたいなのを探したり、うん。ペインティングしたりしてうん。る中で、なんか一緒に展覧会企画したりするのすごい面白いな。うん。自分の作品のこう進化っていうか、こう、展開うん。みたいなのが結構お互いなんか、ある意味こうパラレルになりつつ違うくもありつつ、で一緒になんかこう、気になるアーティストを集めて見うん。せることで何がこう生まれるんだろうっていうのそうそ結構気になる。う。うん。